こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、歩行介助ですね。やってはいけない例と、なんでやっていけないのかっていう、理由と、最後に、いい例をね、推奨すべきいい例を紹介したいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、オンラインスクールの機能訓練スクールというものもございまして、ここで介護技術のね、担当講師させていただいております。また概要欄に貼っておきますので、もし気になる方はチェックしてみてください。では実際に、歩行介助やっていきますのでお願いします。はい、ではね、よく見る、歩行介助、まず手引き歩行ですね。手引き歩行の良くない例、前ショート動画でもあげましたが、こうですね。まず手を持って介助する、はい、でいきます。これ良くないです。なんでかというと、もし膝折れが起きた時、これで支えれないですね。もう転倒、今結構支えましたけどダメです。無理でした。じゃあどうしたらいいかですが、もうここです。肘を持ってください。一番の理想は僕が肘を持って、利用者さんにも介助者の肘を持ってもらう。はい、こうですね。こういう感じで持ってもらいます。そして立ってもらう。はい、でもし歩行中に膝折れが起きても、これやったら、今倒れてる、倒れてる、ある程度は支えれます。はい、で、勘違いしてほしくないのは、手引き歩行であればどんな方でも手引き歩行をしていいわけではなくて、それなりのリスクがない方ですね。膝折れがあらかじめ予想できる場合はこういう介助じゃなくて、また別の方法を取ってほしいんですけど、自立度がねある程度高くて、歩行移動しないといけないってなった時ですね、膝折れもそんなにリスクもない場合は、こうやって手引きをしがちなんですけど、そこじゃなくてこうです。で、この時にお辞儀を妨げないように、こうやってやっちゃうと結構立ちにくいと思うんで、一回お辞儀を促すように立ってもらいます。はい、で手引き歩行をするんですねって感じです。で、たまに見かける一番良くないのが、立ってもらった後に肩持ってもらってこうやって移動されてる方たまに見かけます。はい、これは本当にやめてほしいです。っていうのも、もし膝折れ起きたり何かあった時、見えてないし、何かあった時どうしようもできないんで、ちょっとじゃあ転んでみてください。どうしようもできない。今ある程度予測してたからちょっと手出ましたけど、もう後ろでこけられたら本当に何もできないので、これだけはね見かけますね。でもね、はい、結構見ますね。本当にやめてほしいなと思います。なので手引き歩行は先ほど言ったみたいに肘を持ってもらうって感じですね。それでもうちょっと、介助量が多くなる方ですね。例えば、杖を持ってますと、杖を持ってて手引き歩行ができないってなった場合はどうしたらいいかですけど、横につきます。はい、横についてちょっと斜めに座ってもらって、横について今まっすぐね座ってると思ってください。で、手を持ちます。はい、でお辞儀を促して立ってもらいます。はい、こんな感じです。で、僕はここ液化介助ですね、上腕を持ってます。で、ぐっと握るんじゃなくて、いつも言うように中腰筋握りの要領で広い面積を当ててあげる。で、手のひらでどっちかって言ったら支えてます。ここの脇じゃなくて手のひらで支えてるって感じですね。じゃあちょっと歩いてみますね。じゃあちょっと狭いですが歩いてみます。はい、こんな感じで、利用者さんの、歩行スピードであったり足の出に合わせるって感じ。例えば左足が出たら一緒に左足を出してあげる。はい、これだけで重心移動をね、誘導することができます。僕の重心移動が正しいとしてですよ。正しいと思いますけど、それを利用者さんに伝えてあげるって感じです。こんな大げさにはしなくていいですけど、そうすることで利用者さんが左足を出した時に僕も左足を出すと、自然とね、今度左足に体重が乗ってきますよね。誘導させてあげると、してあげると。で、今度右足出した時に右足出してあげると、今度自然とね右足に体重乗ってきます。はい、こういう歩行介助で、もしこれ膝折れが起きても今大丈夫ですね。杖ももちろんあるし、今ここで支えてます。どっちかというとここはあんまり支えてないです。これ持っちゃうとやっぱ、脇のね液化神経とかもね圧迫してしまうし、血管も通ってますので、ここで支えるって感じですね。はい、この介助法で結構僕はもう
ほとんどの利用者さんいけるんじゃないかなと思いますけど、どうですか？はい、そうですね。ね、いけますよね。はい。で、通園歩行をですね、片方から解除するときに、やってほしくない、よくない例っていうのは、手をつなぐやり方ですね。手をつないでやっちゃうと、たまに見かけますよね。ヘルパーさんとか、ご家族の方でお買い物解除してる時とかに見かけますけど、こうやって手をつないで歩いてる感じ、こうやって見てはいるんですけど、手で支えてもいます。ただもし膝折れこけそうになった時、本当に支えれないですよね。はい、危ない。こっちの方がいいかなと思います。体もね近づくことができるし、さっき言ったみたいに重心移動もね誘導することができます。こっちはちょっとやりにくいですね。はい、こういう解除、これはあんまり良くないのかなと個人的には思います。もっともっとね解除量が多くなる場合で、あんまり使用頻度はないと思うんですよ。リハビリの中ではね結構使うことがあるんですけど、例えば杖もつけない、一人で立てない、歩けない、例えば解除するってなったら、じゃあ近くのトイレに行かないといけないって時は、本当に解除量多い場合は僕は後ろから、両方の液化支えながら、肋骨とかはねギュッと押さえないようにしてくださいね。ここに手入れてるような感じで後ろから解除します。じゃあ結構脱力して歩いてみてください。はい、もうこれで今結構歩けてます。どうですか？はい。ただ山田君今足出してるだけって感じですけど、後ろから解除する方がまだ安全。前から解除すると解除者自身後ろ歩きになるので危ないし、はい、で同じようにはい、OK です。結構腰にきます。重たいですね。もう抱えてる感じ。後ろから解除すると持たれてくれるので、まだ解除はしやすくなるって感じです。あんまり使わないですかね。リハビリで使うことがたまにありますけど、はい、っていう感じです。ということで、今日はね歩行解除の良くない例といい例と、紹介させていただきました。その理由もね簡単にですけど紹介させてもらいました。はい、じゃあ山田君からワンポイントアドバイスお願いします。はい、はい、じゃあワンポイントアドバイスなんですけども、今手引き歩行をねされるのに普通にポンポンポンと言ってたんですけども、僕ちょっと結構怖いのが手引き歩行をしっかり支えても膝折れとかする方が結構いてるので、ちょっと手引きの状態を作ってもらって、その場でちょっと数歩足踏みとかしていただく方が絶対いいかなという。準備運動ですね。そうですね、そこでもちょっと重心がすごくずれるとか、膝折れの兆候があるとかですと、ちょっとその手引き歩行っていうこと自体が危なくなってくる可能性もあるので、ちょっとそこでちょっと準備運動がてらにちょっと23歩、5歩ぐらいね足踏みしてもらう方がいいかなと思います。はい、そうですね。リスクをね最小限に抑える努力がね必要かなと思います。ではいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。